盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷行政4代目北谷隆一です。今回のテーマは松の目切りのお話なんですけども、今日がね、5月の中旬ぐらいで、その中で今目の前にずらっと並べてるんですが、樹種別でねこの木は比較的早めに切った方がいいよとかそういうのがあるんで、その順番この種類があったらそれどうせならこういう順番で切ったらどうですかっていう参考にしてもらったらなと思います。で本題に入る前にちょっとだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。概要欄からねメールアドレスで登録するだけで、定期的に無料のメールが届きます。で内容としましては僕が YouTube で喋ってきたようなものをきれいな文章にして、専用の動画もね結構いっぱい撮ってそれも合わせて、見れるようになってますんで、よかったら登録してみてください。では本題に入ります。前にね何本か並べてるんですけど、順番にちょっと言っていきましょうか。これ、こっちの青い鉢のが寿、黒松の寿、はい、でこの絵が錦松、はい、でこれが赤松でこちらが黒松と、はい、一応オーソドックスなあたり4種類置いてみました。でこれがもしねこんな同じようななんていうんかな、棚場にねこの種類あるとしたらこれから切ってくださいよという、これは早めがいいですよという、そんな話順番の話なんですけど、まずね寿は結構目切り早めでもいいです。理由としましてはあんまり刃がね早く切ろうが遅く切ろうが刃の長さあんま変わらないというか、もともと短いんですね性分として。なんで遅く切ってものすごく短くするよりかはもう早めに切ってねしまった方がちょうどいい刃の長さになるような傾向があります。仮にこの今置いてるこの木だったら、ちょっと若くて容量もある鉢に植わってるんで、そんなに遅くなくても、早くなくてもいいんですけど、これだったら6月初旬とかでもうちょっと環境の悪いというかね古い落ち着いた木でもうちょっと鉢が小さかったらもう5月下旬ぐらいでも全然大丈夫です。はい、寿はそんなに葉っぱが長すぎるようにはならないです。寿はねあんまり。はい、で次錦松でこれ寿の後か同時ぐらいでもいいんですけど、これだったら、うちだったらサイズとかにもよりますけど、まず目切りのシーズン始まったら最初に手つけるのは錦松でしたね。今までは寿あんま置いてなかったんで、寿あれば寿でその次が錦松、これも5月の下旬ぐらいからスタートでいいかなと。でこれはあんま早すぎたら刃が長くは多少はそれは当然なるんですけど、もともとあんまり強い木じゃないので、結構錦松ちょっと刃がねちょい長めぐらいの方が綺麗な場合が多いかなというのもあるので、うちでは結構早めに切ってます錦松。はい、この寿錦松あたりは5月下旬ぐらいでいいかなと思ってやってます。はい、で次これ赤松ですね。で赤松も結構早めがいいですね。これはビュンビュン伸びてるんで、でもこれぐらいビュンビュン伸びてても多分6月中旬までには終わらしたいかなと思います。これで6月中旬ぐらい、これぐらい伸びてね。だからここまで伸びてなくても普通の長さのだったらもう6月初旬ぐらいで全然いいと思います。でその理由としましては赤松多分僕の感覚で目切りにすごく弱い木だなと。もう錦松や寿よりかも弱い木だなと。で遅く切ったら次芽が出ないとか傷むとかもう最悪枯れるぐらいまでいくんで、だから刃の短さをギリギリ攻めるためにわざわざこの子の命までかけんでもええんかなと。だったらでしかも早めに切ったってそんなにね刃長くなりません。赤松もやっぱちょっと弱い木なんで、はい、
これぐらいでも6月中旬、まあはい、そうですね、もう普通のだったら6月初旬ぐらいで安全に切ってやった方がまあいいかなと思います。なんか最近赤松ね、よく枯らす人が出てきてるみたいなんですけど、多分本とかあんなんでね、目切りの時期結構遅く書いてるんです。本とかもう一般的に流れてる情報とか見ててもね、で僕も実際赤松をねちょっと遅めに切ったことがあって見事に枯れたことがあるんですよ。でこれは多分目切りが遅かったからだろうなと思って、その次の年からは早めに切るようにしたら全然問題なくいくようになったんで、じゃあもうこれはもう目切りのせいにしとこうと。その木が枯れたのは、まあ、タイミング的にもなんで、その赤松はもう早めに切るというのがまあ僕の中でありますね。はい、なんでまあいろんな参考書とかいろんなこと書いてますけど、まあ、よかった、それはまあ一応経験談なんで参考にしてもらった方がいいかなと思います。で最後黒松、黒松はもう一番ね、この子が基準みたいなもんですけど、黒松だったらまあ少々遅くてもね出んことはないです。だからもう黒松だったらそうですね、もう基本的には6月中旬を基準として、すごく元気な子だったら下旬にするとか、ちょっと弱いなと思ったら初旬にするとか、6月中旬を基準に、ちょうどよかったら6月中旬みたいな。でこの木に関して言ったらそんなに大きくない木なんで、しかも芽が結構元気だから6月下旬、20日25日頃でもいいかなという、そんな感じですね。はい、が目切りのその樹種別の、4種類ですけど順番です。はい、でちょっと番外編で寿のね、寿の変種でその千住丸って結構有名で最近有名になってきてる樹種があるんですけど、これもすっごい芽が増えるんですが、去年これ芽切り多分僕しなかったと思うんですよ。してない。芽切りしなくてもこんだけもうボッサボサになるんで、これに関してはね、もう芽切りするならするでもめちゃくちゃ早いか、せんでも芽がすごく吹くし葉の長さも長くならないんで、この子に関してはもう何でもいいです。もうしたけりゃしたでいいし、しなければしないで減らすだけでもいいしと。ただこんな子でもその強い子から先切るんじゃなくて、これにしたって芽切りするなら弱い子から、弱い枝弱い芽からにはしましょう。はい、いっぺんに切ったらいいんじゃないですかねこの子は。特にその弱い芽を先切って1週間2週間後に強い芽とか言わんとね、もういっぺんに切ってもいいと思います。だから一番いかんのはその長い芽を先切っといて、その1週間2週間後に弱い芽切ると、それはさすがにねなんか良くなさそうなんで、そういうもう変なことさえせんかったらもう何でもいいような気がします。こんな芽の吹く子はね、はい、どうすんかなこれなと思って、どうしましょうかね。はい、枝減らして作っていくかな。はい、そんな感じですね。はい、では今回その樹種別でね、どうせ切るならこの子が先がいいよみたいな、そういうお話でした。はい、では盆栽からしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。